トコインの予測価格シリーズ第5弾です。シリーズ第1弾から第4弾までは、著名人によるビットコインの予測価格を紹介してきましたが、第5弾となる今回は、メディアや金融機関によるビットコインの予測価格を紹介します。今回紹介するビットコインの予測価格は、ブルームバーグ、ゴールドマンサックス、スタンダードチャータード銀行によるものです。この動画を見ると、仮想通貨に関連のある企業がビットコインについて、どのような予測価格を出しているのかを知ることができます。よろしければ、シリーズ第1弾から第4弾までの動画もご覧ください。動画の URL は説明欄に記載しています。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。ブルームバーグの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2020年10月5日、予測価格に到達する日は、2025年、予測価格は、10万ドル、約1300万円です。米大手メディアのブルームバーグが発表した、ビットコインの予測価格について解説します。今回発表した予測価格は、ブルームバーグインテリジェンスのアナリスト、マイク・マクブローンの分析によるものです。ブルームバーグは、ビットコインが2025年に10万ドルに到達する見通しである、というレポートを発表しました。レポートに書かれている内容を見ていきます。この図は、ビットコインの価格にゼロが1つ追加されるために、必要な年数をわかりやすく表示したものです。レポートでは、ビットコインの価格にゼロが1つ追加されるために、必要な年数をもとに、10万ドルに到達する時期を予測しています。ビットコインの価格は、2011年に10ドルになり、2013年に1000ドルになり、2017年に1万ドルになっており、ゼロが1つ追加されるために必要な年数は、ゼロが1つ追加されるたびに2倍になっています。実際には10ドルから100ドルになるのは約2年かかり、100ドルから1000ドルになるのは約1年かかっているので、ビットコインの価格にゼロが1つ追加されるために必要な年数が、倍々で増えていっているというわけではないのですが、大まかに考えた場合このような法則性が成り立つということだと思います。この法則性から、ビットコインの価格が10万ドルに到達するのは、2017年の8年後の2025年になるだろうと予測しています。この法則が有効であり続けるのであれば、ビットコインの価格が100万ドル、約1億3000万円に到達するのは、2025年の16年後の2041年ということになりますね。レポートではビットコインという新しい技術は失敗する可能性もあるが、需要に関する指標はポジティブであり、ビットコインは上昇傾向にとどまる可能性が高いと指摘しています。この図は、ビットコインの時価総額とテスラの時価総額を比較した対数チャートです。ビットコインの時価総額は、テスラの時価総額の約半分であり、市場規模が小さいことが指摘されています。また、テスラ株は供給を増やすことができるけど、ビットコインは供給が固定されている点も指摘されています。ビットコインとゴールドの違いについても言及されています。ゴールドの時価総額が約9兆ドルであることに対して、ビットコインの時価総額は約1900億ドルであり、多くの機関投資家や中央銀行が保有するにしては、市場規模が小さすぎるが、今後ビットコインの時価総額が上昇していくのであれば、ゴールドのデジタル版になるだろうと書かれています。また市場規模の大きいゴールドは、2019年の年間供給量の約 20% を中央銀行が購入しており、ビットコインも市場規模が拡大していけば、ゴールドのようになるとしています。ビットコインの需要が増えるとビットコインの時価総額が上昇する、という説明はよくあると思いますが、ブルームバーグの分析ではその逆で、ビットコインの時価総額が上昇するとビットコインの需要が増える、という予測を行っている点が面白いですね。他にもビットコインの価格が上昇する理由として、ビットコイン ETF の承認が時間の問題である点、分散型グローバルネットワークの強靭さ、ハッシュレートの継続的な上昇などが挙げられています。ブルームバーグの紹介をします。ブルームバーグは、経済、
金融情報の配信、通信社、放送事業を手掛ける、アメリカ合衆国の大手総合情報サービス会社です。本社はニューヨークにあります。設立当初は債券取引の情報を専用端末に配信するサービスを提供していましたが、その後通信社をはじめ、テレビ、ラジオ、雑誌などメディア事業を展開、世界に185の拠点を持ち、社員数は約15,500人、東京支局にも社員約600人を抱えています。ブルームバーグを創設したマイケル・ブルームバーグは現在も CEO であり、第108代ニューヨーク市長、2020年アメリカ合衆国大統領選挙の民主党候補指名争いに出馬、という経歴を持っています。ゴールドマン・サックス。ゴールドマン・サックスの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2022年1月頃、予測価格に到達する日は、今後5年以内、2027年頃まで、予測価格は、10万ドル、約1300万円です。米大手金融系企業グループのゴールドマン・サックスが発表した、ビットコインの予測価格について解説します。ゴールドマン・サックスは、今後5年以内、2027年頃までにビットコインの価格は、10万ドルを超える可能性があるとの見解を示しました。ゴールドマン・サックスは、デジタル資産がより幅広く採用される副産物として、時間が経つにつれてビットコインの市場シェアが上昇する可能性が高いとの見通しを示しました。ここで言う市場シェアというのは、仮想通貨市場におけるシェアではなく、ゴールドとビットコインを合わせた市場におけるシェアのことだと思われます。ゴールドマン・サックスがビットコイン価格の予測に用いたデータは、市場に出回っているビットコインの数量をもとに算出される時価総額です。ゴールドマン・サックスが予測を発表した時点におけるビットコインの時価総額は約8700億ドル。実際に出回っている数量を考慮に入れると、ビットコインの時価総額は約7000億ドル以下だと、ゴールドマン・サックスは見積もっています。このビットコインの時価総額約7000億ドルと、ゴールドの時価総額約 2.6 兆ドルで、ビットコインとゴールドだけのシェアを比較すると、ビットコインのシェアは約 20% になります。仮説として今後5年間でこの数字が 50% に増加すれば、ビットコインの価格は10万ドルを超えるとしました。ゴールドマン・サックスの紹介をします。ゴールドマン・サックスは、アメリカ合衆国の金融系企業グループです。金融グループとして、株式、債券、通貨、不動産取引のブローカー業務、貸付、保険、投資銀行業務に加え、プライベートバンキング等も行います。本社はニューヨークにあります。JP モルガン・チェイスの会長兼 CEO である、ジェームズ・ダイモンをはじめ、ウォールストリートの主要人物たちは、仮想通貨に対して批判的な立場をとっている場合が多いものの、ゴールドマン・サックスの前会長兼 CEO であるロイド・ブランクハインや、現会長兼 CEO のデイビッド・ソロモンは、ビットコインや仮想通貨に対して否定的な姿勢はとっていません。スタンダード・チャータード銀行。スタンダード・チャータード銀行の予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2023年4月、予測価格に到達する日は、2024年末まで、予測価格は、10万ドル、約1300万円です。米大手銀行金融グループのスタンダードチャータード銀行が発表した、ビットコインの予測価格について解説します。スタンダードチャータード銀行のデジタル資産調査部長であるジェフ・ケンドリックは、ビットコインの価格は2024年末までに、10万ドルの水準まで上昇する可能性があるとの見解を示しました。ビットコインの価格が上昇する要因として、次のような複数の理由を挙げています。銀行業界で最近起きている混乱、FED、連邦準備制度の利上げサイクル終了に伴うリスク資産の安定化、仮想通貨マイニングの収益性改善、今後訪れるビットコインの半減期、ビットコインのドミナンス上昇、50% から 60% に戻ると予想、不正整備、機関投資家の資金流入、取引高減少、これらの要因が重なるごとに、
ビットコインの価格が上昇していくとされています。また、欧州議会が暗号資産市場の規制法案である未可規則を承認したことも、ビットコインに良い影響を与えることになるとの見解を示しています。未可規則はマーケットインクリプトアセッツの略で、現行の EU 法に規制されていない仮想資産の規制を統一化し、ユーザーや投資家を保護することを目的としています。ステーブルコインやその他のデジタル資産取引の規制に重点を置いており、ライセンス制度や消費者保護要件などを定めています。2023年4月20日、欧州議会は未可法案を可決して、これにより EU 全域で仮想通貨に関する法制が統一されることになります。このように多くの国を巻き込んでのルール策定というのは、ヨーロッパが得意とするところですね。スタンダードチャータード銀行の紹介をします。スタンダードチャータード銀行は、世界70カ国に事業ネットワークを展開する、世界的な銀行金融グループです。本社はイギリスのロンドンにあります。しかし、イギリスの顧客は少なく、アジア太平洋地域、ヨーロッパ地域、アフリカ地域での業務が、それぞれ 65%、25%、10% を占めています。2010年の時点で、計70カ国において1600拠点を有し、従業員数は125カ国以上、約7万名に上ります。この約7万名の従業員のうち約半数を女性が占めています。まとめ、いかがだったでしょうか。シリーズ第1弾から第4弾までは、著名人によるビットコインの予測価格を紹介してきましたが、今回はメディアや金融機関によるビットコインの予測価格を紹介しました。今回紹介した3つの企業の予測価格は、くしくも10万ドルで一致しています。違いは10万ドルに到達する日ですが、違いをまとめると次のようになります。ブルームバーグは2025年に到達と予測、ゴールドマン・サックスは2027年頃までに到達と予測、スタンダードチャータード銀行は2024年末までに到達と予測しています。10万ドルに一番早く到達すると予測しているのは、スタンダードチャータード銀行、その次がブルームバーグ、一番幅を持たせているのがゴールドマン・サックスとなっています。これら3つの企業はいずれも世界的な巨大企業であり、予測が外れると企業のイメージが損なわれるという意識も少なからずあると思われるので、冒険はせず無難な予測である可能性が高いのではないでしょうか。その無難な予測で各社ともに10万ドル予測をしているということは、ビットコインの価格が10万ドルに到達するのは規定路線であり、問題はその時期がいつになるか、という感じがしますね。皆さんは、ビットコインは10万ドルに到達すると思われますか？また、10万ドルに到達するとすれば、それはいつ頃になると思われますか？コメントをお待ちしています。ブログとツイッターの URL は、説明欄に記載いたしておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。